はい、健康生活チャンネル、理学療法士兼ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、新型コロナが4倍も感染しやすい時期と期間についてお伝えしたいと思います。で、新型コロナのワクチン接種がどんどん進められていっていますが、未だに新規感染者は出続けていますよね。で、あなたの周りでも近くの方がね、新型コロナに感染してしまったという方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。例えばご家族であるとか同じ職場の方であるとかご近所の方とかね、このようなあなたに近い方が感染してしまうと、あなたまで感染してしまわないか不安だと思います。その時ですね、できるだけ感染しないように接触を避ける期間を作ることが大事かと思いますが、じゃあですね、どれぐらいの期間空けたらいいのか、接触を避けたらいいのか、あるいはどの時期にですね特に感染力が強いのかが気になってくると思います。特にですね、接触が必要ない方であれば、1ヶ月も空ければ、確実に感染はしないでしょうけれども、ご家族の方が発症してしまったら、そうもいかない場合もありますよね。そこで今回は、研究の結果から、新型コロナを発症してから、どれぐらいの時期に感染力が強いのか、どういった方が感染力が強いのか、そこにはですね、約4倍も感染力に違いが見つかりましたので、特にこの時期だけはね、接触を避けてほしいというリスクについてお伝えしたいと思います。この動画をご覧いただくことで、新型コロナに感染しやすい時期が分かって、接触を避けることで感染を防ぐことができます。逆にご覧いただかないと、新型コロナの感染リスクが分からずに感染を防げなかったり、不必要に長い期間で接触を避けてしまわないといけなくなりますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。で、新型コロナの感染するリスクがある時期なんですが、これはですね、新型コロナの症状が出始める前、感染してから症状が出るまでの期間というのがあるんですよね。で、この症状が出るまでの期間を、ウイルスが感染してからね、その症状が出始めるまでの期間を潜伏期間というんですが、これはですね、国立感染症研究所の行った研究の結果から、潜伏期間というのは 4.8 日から 7.1 日ということだったんですよ。これ平均で 4.8 日から 7.1 日ということなんですね。ですから、新型コロナが喉からね、細胞の中に侵入してね、その感染が進んでいくんですけども、この細胞の中に侵入してから、だいたい5日ぐらいから7日程度かかるんですよね。で、感染のリスクがある期間というのは、症状が出た日の2日前から他の人に感染させてしまうリスクがあるということなんですよ。ですから、症状が出てから接触を控えればいいという予防方法ではですね、実は遅くて、感染してしまった可能性がある人がいるんであればですね、もう例えばですね、どっかその都会の方に行ったとかね、地方のところから都会の方に行って会食を行ったとか、こういったその感染の危険性がある方がいらっしゃればですね、症状はその方は出ていなかったとしても、すぐに接触を控える必要があるんですね。そして、感染力がなくなる時期なんですが、これはですね、症状が出てから7日かから10日ほどと言われています。ですから、厚生労働省の設けた退院しても良いという基準があるんですが、これは発症した日から10日間経過して、なおかつ症状が改善してから72時間、丸3日間ですね、これぐらいの時間経った方であれば退院して良いということにされているんですよね。これは確実に感染しないようになってから退院しなさいという基準ですので、10日間、症状が出てから10日間経って、しかもその症状が出なくなってからですね、72時間経過していれば大丈夫ということなんです。だからこれが確認された方であればね、その後接触したとしても、その方も新型コロナのウイルスというのはね、もともとその増殖してしまった部分は持っていないですから、だからもう接触してもね、ある程度は大丈夫ということが言えるんですね。ではですね、この発症する2日前から発症後10日間までの期間の間がですね、期間のですね、いつが特に感染リスクが高いのか、避ける必要性が高いのかなんですけども、これを調べた研究がですね、アメリカ・ボストン大学の公衆衛生学部で行われました。で、この研究ではですね、中国の一部で感染力の強いデルタ株が出現する前の2020年の1月8日から7月30日までの間に COVID-19 新型コロナに感染して診断を受けた
一次感染者730人とその濃厚接触者にあたる8852人を対象として感染リスクについてデータを解析したんですね。で、この結果ですね、濃厚接触者が一次感染者から新型コロナに感染してしまうリスクというのは、感染者が発症する2日前から発症した3日後の間に接触した場合が最も高くなり、中でもですね、その一次感染者が発症した当日が最も高い感染率があることが分かったんですね。そうなんですよ。その発症した当日が一番やばいということなんですね。ですから、例えばですね、その家族の方とか、その職場の方とかがね、なんかその今日ね、お昼から急に熱が上がってきて、今測ってみたら38度もあるんだよと。で、そして帰ってですね、その方がまた後日ですね、そのウイルスの検査を行って新型コロナの検査を行ってみたところ、新型コロナに感染していましたということが分かったら、その当日濃厚接触者だった方はとても高い感染リスクがあったということが分かるんですね。ですから、その感染が分かってから避けるというのは遅いんですよね、対策としてはね。で、この発症当日ですね、に接触していた場合、この感染するリスクがどれぐらい高いかというと、これは30%高くなっていたということですので、とても高いリスクであることが分かったんですね。普通のリスクよりもね、普通の感染リスクよりも1.3倍、30%も増えているということですので、これはかなりね、そのリスクが高い状態ですよね。絶対にこの発症当日というのは避けた方がいいというふうに思いますね。だからね、例えばその新型コロナに感染してしまったとして、看病がね、必要な状態のある方もいらっしゃると思うんですよ。でもその方がね、ある程度動けるのであれば、発症当日というのはね、できるだけ避けていただいた方がいいんじゃないでしょうか。例えばね、その方と接触を避けるために、その何かね、買い出しを頼まれたらね、そのドアのところにドアロームにかけておいて、それを後で取ってもらうとか、直接接触を避けるという方法もありますよね。あるいはその家庭内であればですね、その同じ場所の使用を避けるとか、できるだけ部屋を分けるとか、そんな感じでですね、できるだけこの接触というのは避ける必要がありますね。で、この感染リスクはですね、特にこの期間にですね、一次感染者と同居していた場合と、そして接触時間が長かった場合で、この感染リスクが高いということだったんですよ。だから、できればですね、その同居しなくて済むんであれば、別々にね、その過ごしていただいた方がもちろんいいですし、その接触時間というのはできるだけ減らした方がいいんですよね。もう家の中に一緒にいるから、もう一緒に過ごしてもいいよねなんて言うんではなくて、やっぱりちゃんと部屋を分けていただいて、接触する時間をできるだけ減らす。そういうことが感染リスクを低下させることにとても重要だということなんですね。ですので、周りの方がですね、感染した場合、発症するね、2日前というのはどうしようもないですよね。発症していないわけですから、症状ないですから。これはもうどうしようもないんですけれども、少なくともですね、発症後3日間は感染率が高い状態ですので、この期間の濃厚接触というのは避けた方がいいですよね。そして、発症した当日はですね、もうできるだけ早く接触を避けると。だから発症してね、熱発したらもうできるだけ早く検査を受けていただいて、新型コロナかどうかを判定していただく。それがまずは大事な、その予防法ではないでしょうか。で、またですね、その新型コロナに感染していても、無症状の方もいらっしゃるんですよね。で、症状は人によってかなり違いがあって、ひどい高熱であるとか、息苦しさにね、辛い思いをする方もいれば、中には感染していたとしても、無症状で気づかない方もいらっしゃるんですよ。で、この無症状の方と症状がある方がいるんですけども、この症状があるかないかの違いで感染リスクに違いがあるというふうに思いますか？どちらも同じ新型コロナに感染している状態ではあるんですけども、症状がある方とない方、この症状の違いで感染リスクが変わってくるんでしょうか？実はですね、これも研究の結果から分かっていて、研究でね、調べてくれているんですよね。で、無症状の患者に接触した場合よりも、軽度の症状が出ている患者、だから、その、全く無症状の方に比べて、ちょっと熱上がったかなとか、ちょっと咳出るかな、ちょっと息苦しいかなという方にですね、接触した場合の方が、感染リスクというのはなんと4倍も増えていたんですよね。だから、無症状の方よりも、ちょっと症状がある方の方が、感染リスクというのは4倍、めちゃくちゃ増
えていたんですよ。でまたその方がですね、軽度ではなくて中等度、もうちょっとひどくてですね、熱も高熱になって、結構息苦しさも出ていてですね、入院するほどではないけれども、大変だなという方、中等度の方、症状が荒れている方に接触した場合、そのリスクというのはその無症状の方に比べて最大4.3倍にも高くなっていたということなんですよ。ですから新型コロナのような高熱であるとか息苦しさなどの症状がある方がいて、その方と濃厚接触になってしまって、その方がですね後で検査をしてみたら陽性だった場合、あなたも感染しているリスクは4倍近くあるということなんですよね。ですから熱が出ている方であるとか息苦しさがあるとか他のですねその新型コロナ症状がある方ですね、このような場合にはやはり接触というのは避けた方が控えた方がいいですよね。その仕事が忙しくてですね、高熱が出ていても、どうせ新型コロナじゃないでしょうみたいな考えて、帰らないとか、返してくれない会社もあるそうなんですよね。でもそれって、後でね、その新型コロナの検査を受けてみて、実は新型コロナだったんだっていう発症初日にですね、その接触している、その会社の方がね、接触しているとですね、もうその会社のその方がですね、ほとんどの方が感染リスクが高い状態ですから、もうその会社は立ち行かなくなってしまうじゃないですか。ですからその会社がですね、その高熱が出ていても返さないというのは、これはもうありえない状態だと思うんですよね。で、また高熱があるのを隠して出社している方はですね、その方めちゃくちゃその後でいろんな方に迷惑をかけてしまいますので、やっぱりこの熱があるかどうかはね、ちゃんと管理していただいて、症状もですよね、他の症状もあるかもちゃんと管理していただいて、自分でですね、自分が新型コロナじゃないかというふうに疑ってですね、感染させない努力というのは、やっぱりちゃんとしていただきたいというふうに思いますよね。で、また、新型コロナに感染していた方が無症状だった場合で、その方と濃厚接触してしまっていたというケースもあると思うんですよ。その新型コロナのね、その検査を受けてみたら、後になってね、その新型コロナに感染していたということが分かったんですけれども、その方が全く無症状だと。熱もないし、咳も出ないし、息苦しさも全くないと。でもなんだかんだで用事があって、その機会があってね、検査をしてみたら陽性だったと。そういった方からですね、その感染していた場合、その感染してしまった方も無症状であるという確率も高かったりということなんですよね。ですから、無症状の方から新型コロナをもらってしまっていたとしてもですね、その場合はあなたも無症状である確率が高いんですよ。ですので、濃厚接触していた方が感染していたことが後で発覚してね、ですから濃厚接触をしていた方がね、後でその感染していたことが発覚して、新型コロナに感染して重症になってしまうのがとても恐ろしいという不安がある方も多いと思いますが、その先にですね、感染していた方の経過を見てみて、その方がずっと無症状なのであれば、あなたも少しはね、安心できるのではないでしょうか。ただ感染リスクはないわけではないですし、絶対症状が出ないというわけではないですから、やっぱりその濃厚接触というのはね、できるだけ避ける必要がありますが、ちょっとは安心できますよね。ですので、新型コロナに感染しているかもという方は、まずはですね、濃厚接触にならないように気をつける必要がありますよね。で、その上で、例えばですね、ご家族などで長い期間は離れることができない方でも、発症する2日前からですね、発症した3日後までは、特に感染リスクが高い状態ですので、感染対策を万全にできるように注意を払う必要があるということです。ただですね、じゃあ無症状の方は感染リスクが低いから、そして移してしまっても、無症状であることが、多いからですね、この感染リスクを考えなくていいのかというとそうではなくて、ちゃんと感染リスクはありますから、決められた期間は自宅で自粛するという必要があります。で、あなたがですね、感染を拡大してしまわないように、他の方をね、その同じ感染を巻き込んでしまって迷惑をかけてしまわないように、感染リスクの高い行動は控えるようにしましょう。で、またですね、感染を予防するためには、マスクの着用がとても重要で、他の方と接触する際にはですね、必ずマスクを正しく着用する必要があるんですね。で、私の過去の動画では、マスクの効果を3倍にする着用方法であるとか、ウイルスを92%もカットしてくれる二重マスクの付け方などもお伝えしています。で、またですね、あるいは研究の結果から分かった新型コロナに感染しやすい場所についてもお伝えしていますの
で、次はこちらの動画をご覧になってください。で、私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。また、今回の内容がためになったなと思っていただけたら、次回もね、そのお見逃しがないように、ぜひチャンネル登録もしていただきたいんですが、ぜひもう一本ですね、別の動画をご覧になっていただいて、健康で痩せて綺麗な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。